皆さんこんにちは、リッキーでございます。ハイエンドミュージックの畑です。すみません。ですね、今日は僕のオーダーのギターをですね作ってくださってるハイエンドミュージックの八田さんのところにお邪魔しました。今日はよろしくお願いいたします。そうですね、いわゆる僕らその木を、当然削るんですけど、ボディとネックがあって、で両方とも CNC ルーターって機械で削るんですね。木が削り終わって、塗装服1個前の段階、サンディングって言っても削るところ、手で削る作業までこっちは終わってます。これはね、一応ライトアッシュとかスワンプアッシュって言われてて、まあまあ軽いですね。そうです、まさにライトアッシュなので比較的軽い木材なんですね。ワンピースアッシュボディは基本的にワンピースを使ってるんで、ちょっと最近流行ってるローステッドメイプル、ローステッドメイプル、要はロースト、なかなかねそんなにたくさんのメーカー使ってないんですけど、ヨーロッパの方で発案された技術で、大体200度ぐらいのオーブンで長時間入れておくことで水分を抜くんですよ。匂い嗅いでもらうと分かるんですけど、サトウキビですかみたいな。そう甘い匂いが、甘い匂いがします。メイプルシロップのメイプルの匂いがする。ネックのジョイントがちょっとうち変わってて、こうあまり見慣れないこういう、これはねこっちまだ製品になってないんで入ってないんですけど、最後塗装が終わってから入れるんですけど、ネックをこうはめると。どうしてもこのボルトオンのギターってこうネジで止めるんですけど、こう動きやすいんですね。なるほど。どうしてもこうぶつけたりとか、でそれがあるんですけど、さっきのエボニーの木材を硬いし、あんまり水分の影響とかも受けにくいんで、ここは無塗装なんですよね。でそれがこいつと噛むことでこういうズレが出ないっていう。なるほど。であとはうちそのネックのジョイントがすごく長く作ってあるので、でこれが僕らが名前を付けてるコギクロジックっていうんですけど、コギクロジック、宮大工の技術で、こういう3本のほぞを切ってやるのがそのコギクっていう、技術が昔からあるらしく、それで僕らネックのジョイントがすごく長いのと、ピックアップのまたぐので、どうしてもちょっと薄くなってしまうんですよね、ここが。でそれの強度を取りたいっていうのもあって、くっつけることで強度もカバーしつつ接着面積も広く取れる。インレイってこんな感じになってるんですね。下穴開けといて、でよくある白色の貝なのかアバロン貝って貝なのか、なんか他のクレイドットって言われるものなのかっていうのをお客さんの好みを聞いて入れるっていう。貝ってもう海の貝なんですか？そうです。あれをアワビとか白蝶貝っていう二枚貝。これが貝ですか？そうです。それが白蝶貝。もう真っ白のマザーオブパールとかレスコールカスタムによくついてるやつ。でこれはアバロン。ちょっと綺麗なね木側の文様が出てる。これって自然の色なんですか？自然の色です。これねラミネートってややこしい話なんですけど、薄くこうなんか加工する技術があって、それを積層にしてるんですけど。これどこで使うんやっていうと、もううちのギターにしか使うところないんです。あ、そうなんですか？これちなみにうちのオリジナルシェイプ。めっちゃかっこいいですね。いやちょっとやばいですねこれは。これが入ってるわけですか？そうなんですよ。棒なんですけど。曲がるんですかこれ？いや叩いて入れていくと少しずつ折れながらこう隙間なく詰めていくんです。マジですかこれ？ここのアバロンのこの線で色を塗り分けてるんですね。なんかこういうの初めて見ませんか？これはちょっと畑さんこれ何なんでしょうか？そうですね。これもうちさっきのコギクに並んで独自の工法でやってるんですけど、指板とネック材が当然ギターってこう貼り合わせるというんですね。でそこにネック材の方を削り出しの時にこう2本残してて、こっちまで来てるんですね。これがちょっとサンプルで用意してちょっと分かりにくいかな。これはなってますね。残ってて同じように溝を掘ってあるんですね。本当ですね。これをやってる理由は一つは強度が増す。強度なまっすぐの線が入ることで強度が増えるのと、で当然接着するにあたってもこういう面積が増えるので、ネックと指板の一体感が増す。ただ結局こういうねじれってギターってどうしても木材なんでこういうネックがねじれたりすることもあるんですけど、ねじれに対しても強くなるし、湿度がね日本ってのは大敵なので。普通のギターってこうフレットが溝のこぎりとかでこうズバッと切るんです。そうするとここまで普通は溝ができるんですけど、
ちろんねこれ多分端見ていただくとないですよね。ないんです傷が。そうなんですね。これやる場合によくやるのがその横にバインドを貼っつけるこう接着木材とかプラスチックのその素材を貼っつけてデスポールみたいにすることがあるんですけど、はいはいはい。ではなくてうちその両サイドを1.5 ミリずつ残して、で要はそのサイドからこの横に溝がないので、これがあると何がどう違うかっていうと。フレットを最後打った時にフレットの足を削るので、フレットの足が横から見えないで、見えてもいいんですけど、これも一緒でそのさっき言った湿度とかで火って縮んだり膨らんだりするんです、はい、それで金属はでも水分吸っても伸縮しないのでってなると気が縮むと金属だけ残ってここに指が当たるとカチカチする。あれ嫌ですよね。そうなんですそれがまあ絶対に出ない。ペグのブッシュも一段落とし込んでて、はい、1.5 ミリペグの位置が従来想定しているところよりも下に行くので、はい、うちその最終的にここにストリングガイドってついてるギターが多いと思うんですけど、はい、今回の力さんのギターに関してはストリングガイドつけない、はい、もうつけなくてもいい。つけなくても1弦2弦のテンションが足りるところにこのペグのポストの位置を落とし込んでる。あ、そういうことですか。はい、どうしてもチューニングの狂いの原因にストリングガイドってなってしまうの、摩擦が増えるので、はい、その摩擦を減らすっていう意味でガイドは取ろうと。でガイド取るにはペグの位置をちょっと一段下げないかんなっていうので何か方法ないかなっていうので削って落とす。チューニングシステムでしたけど、ああ難しいですね、はい、それを導入されてるらしいんですけど、そうですね、あれのいいところってやっぱ何なんでしょう。そうです、これはただのロゴなんですけどバース・フェイトンのそのですね、簡単に説明をすると、ギターって当然平均率ってよく言われるものでこう、数学的にこう決めた数値でババババッと切ってるんですね、なのでどうしてもその音をコード弾いた時にぶつかってしまうところがある、そのぶつかるところを緩和させるのがバズ・フェイトンのチューニングシステムですね。よく勘違いされるのが、純正率に近づくんでしょって言い張る方がそうではなくて、よりピアノのその平均率により近づけにいってるのがそのバズ・フェイトン。ピアノってよくできてて、どのキーで弾いても C で弾いても C シャープで弾いても綺麗になりますよね。でもギターの場合ってよくあるのがそのオープンコードの D を弾くとちょっとなんか濁りますね。逆にシャープが多いキーよりもそのフラット系だと意外と響きが良くなる。それを全キーどこで弾いても響きをきれいにするっていうのがバズ・フェイトンの仕組み。ナットの位置を見ても分かんないですけどほんのわずかに1フレット側に寄せてます。 0.1 何ミリですそんなんなんですか。そう、そんなちょっとだけそれで違うんですか。違います。ほんの少し動かしてまたそのオクターブの合わせるサドルの位置とかも少し補正はするんですけど、うちその今回のそのトラッドフルサイズって呼ばれるモデルなんですけども、全てピックアップはベアナックルがイギリスのメーカーですね。ここ何年ぐらいだろう、5、6年ぐらいで急にガッと来てる。そうなんですね。ベアナックルってメーカーの、結構いい値段はするんですけど、やっぱり値段相応のしっかりしたものなので、多分一回ねちょろっと聞いていただいたと思うんですけど、なかなかヴィンテージライクなトーンがする。確かにめっちゃ良かったです。そうですね。ベアナックルは本当によくできてるピックアップで、一応うちのギターは全部それをマウントしてます。でうちのギターはちょっとだけさらに配線を変えてて、ワンボリュームワントーンで、こいつがちょっと肝で、よく言うこう10にしてると普通のこれ3シングルなんですね。リア、センター、フロントなんですけど、こいつを絞るとリアの時はこれとこれがハムバッカーみたいな音がする。そうです。こうするとここのハムバッカーってもうちょっと太い音出したいな、もうちょっと太いリアで硬くない音出したいな時に絞ってもらうとリアハムのような音が出たりフロントハムのような音が出たり。そんな仕組みがあるんですか。そうなんです。これつまみ変えないんですか。トーンのままですか。なかなかないんですけどね。なかなかマジックのような。そうなんです。だから今回は面白いですね。SSH でフロントシングルだけど同じような形でこうフロントだけここをギュッと絞るとフロントハムのようなトーンが出せるっていうのもできます。わあいいですね。じゃあ骨太なちょっとサウンド出したい時は絞って。そうです。メローなジャズのトーンが欲しいとかのも使えるっていう。最高ですね。これは嬉しい機能ですよね。やっぱりちょっとしたねアドオンなんですけど、至るところに隙がないって感じですね。もう詰めれるもん詰め込みました。ですね。もうこだわりが詰まってますね。これはよく最近流行るのレリック加工、エイジド加工です。これ本当に削ってるんですか。本当に削ります。ほんまに削りますね。すごいけどクラックって言って割れてる塗装のひび割れとかも一応再現したり。これはどうやって割れさせるんですか。
これはね、僕らは冷却スプレーを使います。冷却スプレー、いろんなやり方があるみたいなんですけど、僕らはその冷やして入れることで、こういうちょっとスパイダークラックってこうって入るので、こういう小さいナコンもうそれこそナイフとか使ってピュッて入れたりする。やっぱり最近はレリック加工を求められるお客さんも多いですか？そうですね、うちは比較的こういうエンドレリックダメージ加工したギターが、人気というか、新品仕上げのやつとレリック加工があるとしたら本当半々ぐらい、うちのその特徴でいうと、多分このネックをそのままハイポジションにスーッとって持ってってもらうと、多分ハイポジションにめっちゃ引きやすい。やばいこれ。おってなると思うんですよ。何ですかこれ。引っかかりが全くないです。丸いんですね。そうです。クイーンカットとかって呼ばれる方法で、さらにこうボディの後ろから見るとこうグッと滑り台になってますね。落ちてて、でここもこうグッと削り込んである。ハイポジションに手を添えてもらうと本当にこうスッと入る。もうフィットしますね。そうです。いやもうだいぶフィットします。安定感もあるし、それこそ左手の小指の位置とかが、もう人差し指でなんなら22フレット押さえれるんじゃないかみたいな。いや本当に押さえれますねこれ。全然いきます。今ここをね、そのハイポジのヒールのところを薄く削ってるので毛が入るんですけど、昔から言われてるのがヒール薄くすると変形するんじゃないのとか、音に影響するやろって言われてて、なかなかここまで削らなかったんですけど。そうなんですね。で僕らそのこれ見てもらったら分かるネックが長い、ジョイントがここからここまでいってるので、普通ここぐらいです。そうですそうです。ジョイントを長くすることでここを薄く削ってもそのサウンドでいうと低音が失われるんですけども、それをカバーしている。ギターがね、僕らこのトラッドシリーズでその今回のリッキーさんはフルサイズでフェンダーのサイズを参考にしたものと、でこっちはちょっと特殊で僕らトラッドストラとトラッド ST って呼んでるんですけど、まずスケールがちょっと短いんですね。ギブソンスケールと同じです。それこそ女性とかに弾きやすく、めっちゃねこのフレット感が短いんで指がめっちゃ届きますね。手が小さい人でもこれ全然弾けますね。それでスポール普段使ってる人でも使ってもらいやすいし、もちろんストラト普段使ってる人が弾いても左手のアクションも軽く弾いていただけるので、触っていたいですねずっと。まさぐるような。ほらすいません。ストラトとかよくあるんですけど、こういうアームがないタイプのブリッジで 10.8 のプレートってもう存在しなくて、そうなんですね。でそれをもう何としてでも俺はもう 10.8 でいきたいんやっていう僕のただのわがままに作ってもらって、キング過去の知り合いの人がお答えいただいた。でもトラスロッドもここじゃなくてここの方がいいんですか？そうですね、こっちが一概にダメなわけじゃないんですけども、やっぱりロッドの効き具合とか、もっとマニアックな話をするとやっぱ音もちょっと違ってくるんですね。ロッドのその仕込みがこっちから調整効くタイプやと、本当にこう微妙に湾曲させる角度とか、ロッドが入る位置とかが違ってきて、でこっちだと僕らこれホイールナットってネック外さなくてもそのまま調整できるようにしてるんですけど、いわゆるフェンダーのそのトラディショナルなネックのトラスロッドの仕込みの同じ方式で仕込めるので、いわゆるそのよりトラディショナルヴィンテージライフなネックのなり方っていうのを狙える。このペグのところごとのペグを使われてますけど、そうですね。もうパーツはねやっぱりいろんなねメーカーってそのスパーゼルとかシャーラーとかグローバーって海外製もあるんですけど、やっぱりねペグはブリッジパーツとかもそうなんですけど、後藤が一番本当に安定してる。マジっすか？いろいろあるんで絶対とは言わないですけど、もちろんお客様のニーズに合わせるんですけど、後藤はね日本製なんで入手もしやすいし、ものすごく安定してるので、これも後藤製のパーツをよく使います。こっちのモデルはつけてるんですけど、大体普通のギターってこの辺にくるんですよ。ありますよね。うちでもねここにつけてて、これがねまたさっきの話に戻るんですけど、横から見てもらうと弦の角度がつくんですよね。でこっちにストリングガイドがあるときつくなるんですね。そうですそうです。でこっちにあるんで緩くできる。要はその1、2、3弦のテンション感を合わせるために場所どこやろなって高さどこやろなって探った結果ここに来た。バカになったボリュームコットのところですね。働かしてくれって行くべきやと思います。もう自分から